皆さん、こんにちは。今回は、ホットトイズの6分の1スケールフィギュア、テレビマスターピースシリーズのアナキン・スカイウォーカー &STAT を紹介します。トイサピエンス限定販売のボーナスアクセサリー付きです。販売は2022年の6月で、定価55,000円です。今回のアナキンは、スター・ウォーズの中でも、アニメクローンウォーズの姿をフィギュア化してます。側面にもアナキンの勇姿が施されています。外箱の蓋を開けると、中にはムスタファーの戦いを思わせるようなアートが描かれた中蓋がかっこいいですね。中蓋を開けると、ブリスターに収納されたアナキンのフィギュア本体と各種付属品がぎっちりと詰まってます。では、開けていきましょう。ブリスターを一つ取ると、まず目に入るのはフィギュア本体。左上にはホログラムフィギュアやホロプロジェクター、差し替え用の片当て、サーマルデトネーターが入ってます。右側にはマント付きの差し替え用胸当てが収納されています。ライトセーバーや差し替え用ハンドパーツも充実してます。これだけでもワクワクしてきますね。では、一つ一つ見ていきましょう。ホログラムフィギュアはそう方のオビワン・ケノービ、ヨーダの3人のミニフィギュアが入ってます。どれも細部まで再現されています。ホロプロジェクターに乗せて固定することができます。手に持たせれば劇中のワンシーンを再現できます。他にもサーマルデトネーターや差し替え用の片当てが入ってます。サーマルデトネーターは手に持って扱うクラス A サーマルデトネーターと直式サーマルデトネーターが収納されています。差し替え用の片当てはマント付きの差し替え用胸当てと一緒に装着します。まず、ホロプロジェクターを持たせてみましょう。これにホログラムフィギュアを乗せてみます。まずは、アソーカタのアナキンの一番弟子であるアソーカ。パダワンでありながら生意気なことをアナキンに言いますが、実は一番アナキンを信頼してる若きジェダイ。この先の物語を考えると少し物悲しくも見えます。続いてオビワン・ケノービ。アナキンの師匠であり、良き仲間です。クワイガン人に託されたことで、アナキンを選ばれし者として大切に成長を見守っています。最後にヨーダ。まだまだジェダイの騎士として現役ですが、普段杖をついて歩く姿は可愛くも見えます。次はサーマルデトネーター。クラス A サーマルデトネーターを持つ彼の目からは覚悟さえ感じられます。シリーズの至る所で出てくるこの爆弾は、これを見るだけでスター・ウォーズを感じることができます。さて、スター・ウォーズのジェダイといえばライトセーバーです。今回のフィギュアにもライトセーバーが付属してます。後陣パーツも通常のパーツと残像を表現した幅の広いパーツが付属してます。後陣を取り外すとオフの状態を表現できます。また、ライトアップ機能付き全腕部パーツも付属してます。ボタン電池を内蔵することにより、通常の腕と交換することでライトセーバーを持った状態にライトアップを演出できます。他にも各種ハンドパーツが付属していて、さまざまなシチュエーションによって交換することができます。ライトセーバーに付属のフックをつけることで、アナキンの腰に装着することができます。ハンドパーツを交換すれば、左手に持つこともできます。ただし、左手の場合はライトアップ機能はありません。ここは CG で処理しました。それでは、続いてフィギュア本体を見ていきましょう。顔はアニメ版というよりは、俳優ヘイデン・クリステンセンさんの顔を再現したようです。さすがホットトイズのクオリティは再現力が高く、本物のように見えなくもありません。片当てや胸当ては重厚な見た目で、アナキンの強さすら感じてきます。グローブは右手と左手で全く違います。右手はエピソード2でドゥークー伯爵によって切られたため、義手であり、多少大きめに作られています。それにより、まだロボット技術が未熟であることを表現しています。ベルトもかっこよく、ライトセーバーを装着した姿はまさにジェダイですね。ブーツも造形が細かく作り込んであり、質感も光沢も高級感があります。ここまでしっかりした作りだと足首の柔軟性が心配ですが、各種ポーズを取ることができるくらい柔軟性があります。
今回のフィギュアはマントをつけることができます。それではマント付き胸当てに交換する方法をご紹介しましょう。まず首のパーツを引き抜きます。少し残酷な状況にも見えますが、これで胸当てを取り外すことができます。続いて肩当てを交換します。マジックテープ式になっているので簡単に取り外すことができて、簡単につけることができます。左右の肩当てを交換したらマント付きの胸当てを取り付けます。最後に首を取り付けて完成です。簡単でしたね。マントをつけると皇帝のような威厳を感じます。威厳というより恐怖を感じるくらいです。自分の強さを誇示したいという苛立ちさえ伝わってきます。唯一の友達は R2D2 というところでしょうか。 R2D2 のために無謀な救出作戦を遂行したことさえありました。おっと、監督が演技指導に入ってきてしまいました。監督、撮影中ですよ。砂漠はアナキンの故郷を思い出させてくれます。こんな時に敵が現れなければいいのですが、嫌な予感がする。やっぱりバトルドロイドが出てきました。こんな時は麻生方のに手伝ってもらいましょう。絶対助けるって言ってましたものね。やった、さすがアナキン。砂嵐が来るといけないのでポンチョを置きましょう。今回のボーナスアクセサリーのデザートポンチョです。前と後ろの区別がありますから逆にならないように注意しながら着せました。あ、またバトルドロイドです。しつこいですね。さて、今回の大きな付属品 STAT の紹介です。 STAT とはシングルトルーパーエアリアルプラットフォームの略で、単座式兵員空中プラットフォームとも呼ばれてます。簡単な組み立て式になってます。まずは台座を置き、真ん中の穴に本体を差し込みます。足を乗せるステップになる羽のようなものを差し込み、ハンドルを取り付けます。次にライトアップ機能のための電池を入れます。裏のカバーを取り外し、ネジを外して電池を入れる場所の蓋を外します。付属のボタン電池を方向に注意しながら3つ入れ、蓋を閉めてネジを閉めます。電源スイッチを入れると点灯します。最後にカバーを取り付けます。なんともかっこいいフォルム。エンジンの振動が伝わってきそうです。この STAT はアニメ映画クローンウォーズでプクプクちゃんを救出に行く時にバトルドロイドからアナキンが奪ったタイプと同じ型です。足を乗せる部分は磁石になっていて、乗せるだけで固定されます。そのせいか、片手でハンドルを握らすだけで十分に体が固定されます。いかがでしたでしょうか。アナキンの魅力が伝わったという方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。